美咲、料理の先生が卵焼きを真っ黒に焦がした。料理の先生なのに？こんな失敗は10年ぶりって自分で笑ってた。それは猿も木から落ちるだね。料理の先生は猿じゃないよ。もちろん、木登りが上手な猿でも時々は木から落ちます。つまり上手な人でも失敗する。そう。今日はこのことわざの意味ともの働きを話します。そして使う時の注意も見ていきます。失敗した人を猿と呼んでもいいの？そこも今日はっきりさせようということで始まりました。デイトナイトジャパニーズチャット。私たちミサツとのぞみがお届けします。今夜も楽しく話していきましょう。まず言葉通りに見てみよう。猿はマンキー。木から落ちるは木の上から下へ落ちること。猿は木登りが得意だよね。手や足を上手に使って木の間を動きます。でもそんな猿でも足を滑らせることがある。そこがこのことわざの大事なところ。苦手な猿が落ちた話ではありません。上手だからこそ落ちた時に驚くんだね。そう。人にも同じことがあります。料理人が料理を焦がす。先生が漢字を間違える。いつもできる人にもうまくできない日がある。それが猿も木から落ちるです。ここで今日のミニ解説です。大事なのは猿が木から落ちるではないんだね。がなら猿が落ちたという普通の出来事です。猿もなら猿でさえという驚きが入る。その通り。先生も間違える。日本人も漢字を忘れると同じです。日本人は漢字を全部覚えていると思われやすいよね。でも読めても書けない漢字はあります。そんな時に日本人も忘れるよと言われると少し安心する。もは上手な人と自分を同じ人間として近づけてくれることもあるね。小さな一文字だけだ大きな安心が入ってる。私、前に日本語の先生が黒板の漢字を間違えたのを見たことがある。先生はどうしたの？違うと言ってすぐ自分で直した。それだけで終わったの？私の方が先生も間違えるんだって驚いた。得意なことは絶対に失敗しないことではないからね。何度もやっているから失敗に早く気づけるのかも。そう。上手な人は失敗を隠す人ではありません。気づいて直し次へ進める人。一回の失敗でそれまでの経験が消えるわけではないよ。卵焼きを焦がしても料理の先生は先生のまま。じゃあ失敗した人に猿も木から落ちるって言ったら励ませる？場合によるね。優しい声なら誰にでも失敗はあるよという意味になります。でも笑いながら言うとからかっているように聞こえることもあります。プロなのに失敗したの？猿も木から落ちるね。その言い方はちょっと嫌だね。ことわざが悪いんじゃなくて声と関係の問題か。そう。相手が本当に落ち込んでいたらまず大丈夫がいいと思う。その後で誰にでもあるよと伝える。ことわざは相手を小さくするためではなく心を軽くするために使いたいね。このことわざは自分に使うこともできます。自分を猿だと思うの？そうではなくて失敗を大きくしすぎないためです。得意な仕事で間違えると私はもう下手になったって思うことがある。でも一回の失敗は全部の評価ではありません。今日の失敗と今まで積んだ経験は別に考える。原因を一つ見つけて次に変えればいい。卵焼きなら火が強すぎたと気づく。そして次は火を少し弱くする。失敗したから一つ分かったに変わるね。でも上手な人でも失敗するなら準備しなくてもいい？それは違うよ。このことわざは失敗の言い訳ではありません。猿も落ちるから確認しませんはダメ？むしろ上手な人ほど基本を確認します。料理人も火を見る。先生も書いた字を見直す。それでも起きた失敗を必要以上に責めない。それが大切です。準備はする。でも完璧な人はいない。そうだね。失敗したら原因を見る。そしてまたやってみる。木から落ちたらそこで木登りをやめる必要はないんだね。安全を確かめてまた登ればいい。では今日の3つのポイントをまとめよう。1つ目、猿も木から落ちるは上手な人でも失敗するという意味。2つ目、大事なのは
も、猿でさえという驚きを表します。3つ目、人に言うときはからかう声にならないように注意する。ちなみに先生の2回目の卵焼きは綺麗だったよ。落ちてもすぐ木に登り直したんだね。皆さんは得意なことで失敗したことがありますか？今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。